ピニャラーマッシュです。ということで今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね、アーケードラント攻略ということでやっていきたいと思います。はい、昨日から始まりましたアーケードラントのイベントというところなんですけど、この動画ではイベントの進め方、概要をざっくりと話しながら、限定のモード、アーケードラントの立ち回りというか、ざっくりとどんな感じでやっていけばね、勝ちやすいのかっていうのを喋っていければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていくんですけど、まずはイベントの概要というか進め方の方から話していきましょう。下のゲームモード選択画面ですね。こちらを開いていただくと、右上の方にね、どこにでもイベントメダルが表示されていると思うので、どのモードを遊んでいただいても大丈夫なんですけど、このイベントメダルをしっかりと回収していくと。で、その集めたイベントメダルを、この交換所ですね。交換所の方から交換していくという感じになります。で、スキンはもちろん、今回はやっぱね、ラッキーボックス、こちらがありますので、ここはしっかりとやっぱ釣っていきたいですね。ノーマルラッキーボックスもね、運が良ければ一番レアリティの高い方に行ったりすることもあるので、ラッキーボックスが目玉と思いますが、この報酬をね、交換していくっていうのが今回のイベントの流れになっています。で、こちらのイベントメダルの集め方なんですけど、試合を遊んで集めましょうっていうところなんですけど、基本的にはモンスターを倒す、それか、あとはグレッグとメイビスの畑と木ですね。こちらからイベントメダルが出てくるので、モンスター狩りかな一番効率がいいのはっていうところなので、モンスター狩りを中心に意識していただければ、コツコツ集めることができるのかなと思います。で、エメハンとかバトロはデュオスクワットリーグ、こっちの方がね、イベントメダルは集まりやすいですね。というのも、モンスターが多いマップ、例えばラバワールドのマップとか、スプーキーのマップとか、結構ね、モンスター出てくると思いますし、特別ルールによってはギフトクリッターとか、そういったモンスター系のね、モードあると思うんですよ。モグラ叩きとか。そういったモード、モンスターが多いモードが出やすいので、正直、スクワットリーグとかエメハンとか、こっちを遊ぶ方が、こまごま、イベントメダルは集めていけるのかなと思います。で、アーケードラント、じゃあなんで遊ぶのっていうところなんですけど、アーケードラントで集めたエメラルドですね。アーケードラントで集めたエメラルドは、こちらのプラザに来ているランキングボード、はい、こちらの方で加算されていきます。で、こちらがイベント期間中毎日更新されるわけなんですけど、マシロは今67,350エメを集めたということで、アーケードラントを遊んで稼いだ数っていうのが加算されていきます。で、それによって、書いてある報酬ですね、がもらえるっていうところなんで、ここ結構一発がでかいんでね、1500イベントメダル、もらえる可能性があるっていうところで、ランキングボードを見ながら、ちょっと余裕あるなってなったら、この他のゲームモード、エメハンとかを遊んでコツコツ集めていく。そんな感じでもいいんじゃないかなとは思いますが、そのバランスを見ながら、こちらのイベント報酬を獲得していく。そんな流れになっています。はい、ということで次にアーケードラントの攻略やっていこうと思います。今回の目玉は大規模スクワットということで、宝箱を開けたらね、何体も何体もたくさん獲得できるわけなんですけど、皆さんね、遊んでいただいて分かる通り、スパイクの遊び場となっております。スパイクくらいしかね、ほぼ活躍できるヒーローがいないので、正直ね、もうスパイク以外はちょっと攻略法無理だと思います。ソニック一応立ち回りあるんだけど、結局スパイクだよねっていうところあると思うので、ちょっとね、スパイクでちょっと喋っていければと思うんですけど、今回選べるのはヒーローとパワーしか選べないっていうところなんで、初期サブキャラも選べない。そしてラインナップもランダムで固定されているっていうのがあるので、そこはちょっと押さえておきましょう。で、スパイクでおすすめのパワーっていうのは、タル爆弾はみんな入れてると思うし、サボテンボムと組み合わせると非常に高火力っていうところがあるので、ここはおすすめかなと思います。でもう一つは、巨大ヒールステーションだったり、メガファイボーだったり、その辺の火力があったりするところですね。おすすめかなと思います。ブレイジングライトもいるし、ホグラッシュ使ってる人もいましたので、この辺はちょっとお好みでというところなんですけど、個人的にはちょっとメガファイボを使っていこうかなと思います。ラインナップね、一応確認できるんだけど、一応ね、ルーレット宝箱で誰が出てくるかわかんないっていうのがあるので、一応把握しておく程度で、レオンが来てから戦おうとかくらいはね、考えれると思うんですけど、その辺ですね。はい、ちょっと、押さえていただければなと思います。で、立ち回り的なところですと、スパイクのね、サボテンボムに捕まってしまったらもうね、立ち回りもクソもないっていうのがね、正直なところだと思うんだけど、なるべくその確率を減らしてあげるっていうところがあって、まずは序盤は資源化石というかね、宝箱を開けていきましょう。今回の宝箱っていうのはルーレット宝箱になっていて、触れるだけで、開けれるっていうところですね。コインがいらないというところになっていますので、宝箱をたくさん取って編成を大きくしていくっていうのは大事だと思います。で、そのルーレット宝箱っていうのは、いつも通り宝箱の所定の位置から、出てくることもありますし、畑とか木、あとモンスター狩り、そしてプレイヤーキル。これ、いろんなところですね。ルーレット宝箱はしっかりとね、回収していきたい感じになっています。で、あとは戦う時でいくと、ど真ん中に行かないっていうところですね。それはマップの中心部っていうのもそうなんですけど、戦いの渦、あそことあそこがやり合ってるから、自分もど真ん中に混ざって戦おうとか、そういったところはなるべく意識せず
に外側から崩すっていうかね、敵のサボテンボムがどこに投げられるかっていうのを予測しながら、外側から安全に崩していくっていうのが、いいと思います。で、一つポイントなのがやっぱ宝箱ですね。宝箱の位置を把握してあげて、宝箱を取りに来たプレイヤーをサボテンボムで絡み取ってあげる。そんなところが意識できるといいのかなと思います。というところで1試合遊んでいきましょう。さあ、ということで巨大スカット来ました。やっていきましょう。まずは、自陣で資源狩りっていうところですね。さあ、宝箱触れるだけで、キャラが手に入ると。で、ランダムなんでね、序盤からレオンとか来てくれたら嬉しいんですけど、なかなかそんなこともないと思うので、ちょっとね、その辺が、このゲームモードの難しいところではね、あると思います。はい、なんですけど、樽爆弾でこの自陣のね、この木とか畑とかを壊しつつ、まずは進めていくのがいいと思います。で、なるべく敵とはまだ戦いたくないですね。で、ここの畑とかもね、しっかりとタラ爆弾で壊していきましょう。で、スパイクがね、強い理由とかはね、いっぱいあるんですけど、宝箱を取ると、サボテンボムがね、溜まるんですよね。でサボテンボムめっちゃ投げ放題なんですよ、投げてあげて、キルしてあげる。で、キルすると宝箱が出てくる。その宝箱を取って、また、開けてあげると。サボテンボムをチャージしてあげると。っていうところで、もうサボテンボム2発3発投げるね。さ、こんな感じで。今これはボットなんですけどね。はい、これでもう3つ開いたんで、さ、ここいっぱい追いかけ合ってるでしょ。もうはい、これもしっかりとサボテンボムで絡み取って、また、宝箱がね、出てきて、ちょっと取られたね。取られたけど、一気にね、もう、ちょっと、かわいそうな感じになってるんですけど、このまま押し切っていけると。いやー、押し切って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 、よいしょ、よいしょ。さあ、なんか敵がいる、敵がいる。こっちも、これはボットちゃんか。ボットちゃんなんですけど、こんな感じで、もうスパイクがね、もう、サボテンボム投げまくれるんでね。ただでさえサボテンボム強いのに、宝箱を開けたら、めっちゃ投げれるっていうのがあるんで、それが、このゲームモードの、なんかスパイクをね、強くしてる理由なのかなとは思います。ちょっとこれ危ないですね。はい、しっかりと逃げていきましょう。で、これもボットか。なんかちょっとボットが多いですね。で、このモードをね、遊ぶ理由っていうのはエメラルドの数だと思うんですよ。ランキングボードでね。ランキングボードのエメラルドの数を増やしていきたいっていうのがあるので、このモードを遊んでると思うんで、エメラルドの数を増やそうと思ったらどうしてもね、プレイヤーキルをしていかないといけないっていうのがあるので、結局スパイクが強いのかなと思います。あとね、サブキャラが合体状態なんでね、今回、メガっていうのがないので、合体のステータスなんでね、合体のステータスだったらサボテンボムで壊滅させれちゃうよねっていうのがあるのでね。はい、こんな感じの、スパイクの遊び場になってるんですけど、今1000円目持ってるんで、あんまり崩されたくないですね。さあ、これは、アチャクイかな？アチャクイだと思うんで、アチャクイとか、もうこんなにサブキャラいたらさ、もう X スナイプもクソもないもんな。X スナイプ当たる気しないんで、ちょっと、この辺は、うまーくアチャクイを捉えていきたい。さあ、捉えたらもう一気に消えていく。さあ、サボテンボムもまた投げ放題になりますよと。これモンスターもね、しっかり倒して。モンスターも倒しながら、いいよ。1500円目。さあ、ソニックかい大丈夫か？ OK。この辺は、エメラルドちょっと細々集めて、時間が切れたというところで、はい、OK。1700円目ですね。ボットを中心に倒しながら、プレイヤーも一人は倒したかな。はい、っていうところで、もうスパイクが真白しかいなかったんで、もうね、完全に独占したとは思いますが、スパイクがやっぱ一番おすすめですね。宝箱を開けて、サボテンボムチャージ、それを投げていくという感じになっています。はい、ということで、最後にしてちょっとね、バトロワというか、その他のモードですね。このエメハンとか、デュオとかスカットリーグ、こっち系のモードを遊んで、イベントメダルを稼いでいこうという立ち回りというかね、どれくらい稼げるかっていうのは見ていければと思うんですけど、アーケードラントだと、どうだろう、稼げても30枚とかでね、イベントメダルが、バトロワでちょっとどれくらい稼げるかってやっていこうと思います。モンスター狩りを中心にね、遊んでいくので、どのヒーローでもいいですし、別にエメハンでもデュオでも何でもいいと思います。はい、好きなヒーローで好きな編成で遊んでいきましょう。さあ来ました。スプーキーのギフトクリッターということで、はい、遊んでいきましょう。こっちのモードだと、どうだろうね、100枚とか全然目指せますね。1試合で100イベントメダルとかを目指せるので、さあギフトクリッターもね、こんな感じで、はい、イベントメダルがガンガン落ちてくれるので、この辺を回収しながら、モンスター狩りを中心にね、遊んでいければと思います。もちろん1位も欲しいんですけど、今回はイベントメダルね、モンスター狩りを中心にいたい。これボットだと思うんでね。ボットだと思うので、ゆっくりと。ボットだったらなおさらね、ゆっくりとイベントメダルを回収していきましょう。アーケードラントの方だと、多くてほんと30枚とかだと思うので、1試合平均マジで全然集まんないって思うんで、イベントメダルを集めたい方はこっちでコツコツ集めていくと。で、どうだろう。遊んだ感じ、もちろんね、マップとかモードとかによるっていうのはあるんだけど、個人的には、6、70枚は、少なくても、なんとなくやってたら集まるんじゃないかなとは思います。集まらない時もあるけどね。集まらない時もあるけど、そんくらいは全然平均で狙えるんじゃないでしょうか。で、多くて、いい感じにマップとかが揃ってくれると、
まあ100枚ね、超えたりすると思います。今回のアーケードラントどうですか皆さん。まあ遊んでみて。どうだろうちょっとね、個人的にはまあ、楽しい部分もね、もちろんあるんだけど、ちょっとスパイク暴れすぎじゃないっていうところもね、あると思うんで、そこかなちょっとスパイク以外がなかなか遊びにくいよね。いろんなヒーローで、ババキンとか強そうだなと思ったんだけど、この大規模スクワットにバフをかけてとかね、強そうだと思ったんだけど、基本やっぱスパイクなんで、ちょっとそこのスパイク弱体化みたいなところが欲しかったりはするよねっていう感じが、まあ、でかいかな。まあ、あとね、ヒーローっていうシステムにちょっと合ってない気はするね。いやさ、それスパイクとかに限らずさ、大規模スクワット、もうなんかサブキャラがさ、もう何十体って増えてくると、一発の火力がさ、もう例えばさ、エリータとかもなんか4体5体揃うわけじゃないですか。そのエリータの4体5体の攻撃が一気にヒーローに集中しちゃうと、まあヒーローの体力ってせいぜい、まあ8000から1万いくらだと思うんですよ。1万1000、2000とかだと思うんですよ。もうほぼワンパンで消えちゃうんで、まあ大規模、まあだからね、このスコプス 2.0 はサブキャラの数が制限されてるっていうのはあると思うんだけど、まあちょっとそこが難しいのかなと思いました。まあもちろんね、運営さんがどんな意図でこのモードを出してるか、スコプス 1.0をやっぱ求めてる声が大きいから、こういうモードちょっと試しでやってるのかどうかちょっとわかんないけど、ちょっとそこだよね。ヒーローの体力が一瞬で削れてしまう問題があるから、その辺もなんかね、難しいんだろうなっていうのは感じつつなんですけど、まあでもやっぱその大規模スクワットならではの、面白さ、ごちゃごちゃした感じっていうのは普通に楽しいよね。だから、ちょっと前にイベントであった狂乱の森とかさ、スーパーアイスピとかあったと思うんですよ。ああいう系のモードとして捉えるっていうところであれば、普通に楽しい。普通に楽しい。なんだけど、がっつり遊びたいとか、なんか1.0が戻ってくるかもみたいな感じでちょっと期待しすぎてたよね。そこは期待しすぎてた。まあ、スパイクだけじゃねえかとか、なんかそういったところは感じるかなと思います。はい、というところで皆さんも、ぜひ聞かせていただければと思うんですけど。で、終わっちゃったね。終わっちゃいました。いろいろありますが、今回のイベントメダルはどれくらいかな78枚ということで、まあ、そんなにめちゃめちゃ多いわけじゃないと思うんですけど、まあ、平均というかね、まあ、これくらいはでも余裕でいくと思うんですよ。これアーケードラントでやると、本当に2、3試合とか、かけても、まあ、70枚いくかいかないかっていう時もあったりするので、まあ、こっち側のモードの方がイベントメダル集めれるんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回はアーケードラントのイベントについてね、話していきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、基本的にはね、この報酬さえゲットできれば何でもいいっていうところがあるので、まあ、ご自身のイベントメダルの集め方っていうのをね、見つけていただければと思うんですけど、まあ、このランキング報酬っていうのが非常にでかいので、毎日しっかりと遊んでいきましょう。まあ、これはね、もう本当ランキング遊んだ数だけ加算されていくので、まあ、ちょっとね、時間がない時とかは渋いと思うんですけど、まあ、アーケードラントをね、しっかりと遊んでいくと、まあ、こっちの報酬にもね、手が届くと思います。で、ランキング以外でイベントメダルを効率よく集めたいんだったら、こっちのエメハンとかですね、を周回してあげるっていうところで、まあ、モンスター系のモードが来た時とかね、がっつり稼げて100枚以上とか行ったりすると思うんで、まあ、バトロワでね、あれだけ遊ぶ感じでも、7、80枚は稼げると思うので、はい、こっちのモードで遊んでいくっていうのが、まあ、こまごまコツコツ集めていくのはいいかと思います。ということで、アーケードラント遊んでみての感じになります。またソニックでもね、結構アーケードラント立ち回れるっていうところがあるので、そちらも別動画で撮っていきたいと思います。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。あの夜も